はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、QE Years Etude 1DD プラス 3BA プラス 1KVT のハイブリッドプラス1モデルです。KVT って聞いたことないんだけど、何？そうよね。そこに興味がいくわよね。KVT を搭載するためにエチュードが誕生したってことみたいよ。それはわかった。で、なに？ QE Years バイブレーショントランスデューサー振動ユニットのことね。効果が楽しみよね。価格は17,000円から18,000円台。最近お高めモデルが多くなってきた QE Years のモデルの中でエチュードはミドルクラスになるかな。そうね。外観はフェイスプレートがイーサーっぽいテイストで手作業による仕上げで模様は一つ一つ違うの。色合いがいい感じね。はい、愛はお買い上げかな。候補ではあるわね。サイズはやや厚みを感じますけど軽めだし装着感自体は悪くないです。音漏れの心配もほぼありません。ベリリウムメッキダイヤフラム搭載の 10mm の DD がローを支え、BA は QE Years のカスタムメイド。中広域を1機の BA が担当、超広域は BA2 機が担当。それに KVT がプラスされるわけだ。骨伝導じゃないんだって。そうなんだ。じゃあ何伝導？強安の伝導？それジャンル違うから。触覚伝導って言うらしいわね。なんだかわかります？いや、よくわからん。ブルブルするんでしょ？それはちょっと大げさだけど、ボディをコンコン叩くと振動する感触が骨伝導ユニット搭載の KB や KB02 と似た感じだわ。エチュードには3種類のイヤーチップがバンドルされています。波形を重ねてみるとこうなりました。だいたい似た感じだけど、バンドル1、黒の波形が基準でいいかな。あとは装着感のお好み次第って感じだね。200Hz 手前にピョコって出っ張ってるのが特徴なの？多分これが KVT の振動ユニットによるものだと思う。というのも、同音管へしっかりフィットしないと、この小さな山が出てくれなくて、バンドル1が一番反応が良かったんだわ。いつものように、リバイナスベルベットも測ってみたけど、普段の差し方だと、この部分、反応が全然なかったんで、反応中心に差し方を変えたら、広域のカーブまで変わっちゃったんで、今回はバンドル1を基準にしようと思う。なるほど。KVT の測定ってイヤーチップのフィットの仕方次第で結構変わっちゃうんですね。そう。KB や KB02 の測定をした時もイヤーチップによって反応がまちまちだったのは同音管へのフィットの仕方が原因だったんだなぁと今更ながらに気づいた。そうなんですね。振動ユニットの効果って測定では 200Hz 手前付近に限定的に現れるものなんですかね。まあ主に低域が対象になるだろうから100から 200Hz あたりに影響が出やすいんだろうね。というわけでサウンドチェックは KB02 との比較にしてみた。ドライバー構成も価格帯も違うんだけどね。振動つながりってことだけで選んじゃったよ。はい、じゃあ早速聞いてみましょう。音量上がります。はい、サウンドチェックでした。振動の効果が収録音では伝わらないのは仕方ないですね。
強安の電動だからね。触覚電動だよ。収録音ではその部分を除いた質感の違いだけ把握してもらえればってことですよね。そうだね。KB02 の方がちょっと攻撃が明るめだったかな。パッと聞いた感じはそうだね。でも波形カーブがここ、それとここ正反対に見えるんで、一概に KB02 の方が明るいとも言い切れないんだよな。攻撃の質感は DD1 機の KB02 よりエチュードの方が立ち上がりがシャープだし、実機を聞き比べると価格差ほど質感に違いがないように思えたわ。KB02 がお値段以上ってことかな。そうだね。ではエチュード実機を聞いた印象をお願いします。リケーブルしたんですよね。そう、QE イヤーズセプテッドにバンドルされてたケーブルを使ってバランス接続で視聴してみた。低域は丸みのある感じで量感がやや優先、硬質な感じはしない。曲によって本体の振動の度合いに差がある。低注意域。振動ユニットがしっかり振動する曲だとリズムセクションの効果が大きく、耳以外から伝わってくる感じがあり、臨場感増し増し。まさに触覚電動。低域に丸みを感じるのは振動ユニットの効果もあるんだろうな。中域。再現力豊かでマリンバの低い帯域の出方とかいい感じ。中高域。ボーカルは前に出てくるが割と柔らかめ。4キロ中心に谷を作って調整しているからだと思う。高域。5キロ過ぎから 7.5 キロに向かって減衰していないから視察音は多少感じる。シンバル系は存在感はあるけどあまり鋭いとは感じない。10キロ以降が控えめなこともあり、中高域以降の高域はシャープな中にやや柔らかさのようなものを感じた。ここ表現が難しいですよね。ウォームではないし、かといって暖色系というほどでもない。そうなんだよな。なのであんまり鋭い高域は苦手という人にはいいかもね。空間に関しては特筆するような印象はなく、あんまり隙間がない感じ。低位感は良かったわ。音が太い感じしない？ああ、それはあるね。といった感じで最近レビューしたカファインクワティオや KB やアケフェルスと比較すると、高域はやや落ち着いていて KVT 搭載の効果がある。低域に特徴のあるのがエチュードっていう印象だわ。なるほど。愛は買うのかな。この後もう一度じっくり視聴してから判断するわ。そうだね。はい。ということで QE イヤーズの 1DT プラス 3BA プラス 1KVT エチュードのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。